あなたは科学に基づいたスイングの基本原理を知っていますか？飛距離が伸びない、ヘッドスピードが上がらないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。練習を重ねても結果が出ないのはスイングの基本原理を理解していないからかもしれません。この動画ではこれまでにないアプローチでスイングの仕組みを詳しく解説していきます。最後には飛距離を伸ばすためのスイングフォームが明確になり、自分のスイングをどう改善すべきかがわかると思います。もっと遠くへ飛ばしたいという方はぜひ最後までご覧ください。飛距離を最大化する方法とは、物理的に効果的なスイングとは、ボールの飛び方を決める要因とは、最適な打ち出し角度とスピン量は、最適なスイングプレーンとは、インサイドアウトに振るためには、ドローとフェードどちらが飛ぶ？まとめ。では早速いきましょう。ゴルフは振り子の動きを利用しますので、まずは簡易的にこの棒の振り子運動で考えてみます。こちらの棒が腕、こちらがゴルフクラブ、肩、手、ここがヘッドだと仮定して説明していきます。最初に下の棒だけで考えてみましょう。このように上の棒は固定し、下の棒だけを振り子にしてボールを打っています。ではこの振り子でヘッドをもっと加速させ、より強くボールを打つためにはどうすればよいと思いますか？答えは根元の部分を上下動させるです。最初の位置は同じですが、下の棒の動きと一緒に振り子の根元の部分、手に相当する部分を落下させます。末端の落下に合わせて根元も同時に落下させるため、ここまでは先ほどよりもヘッドが遅れていることがわかります。そして斜め45度のあたりから強く引き上げるとヘッドは一気に加速し、先ほどの振り子を追い抜いていきます。このように引き上げる動きによって急激にヘッドを加速させることができるのです。ここで働いているのは回転半径の短縮です。フィギュアスケートのスピンでも手や足を広げて回っている時はゆっくりですが、ぎゅっと手足を縮めて回転半径を小さくすることによって急激に加速していきます。最初の回転スピードからは想像を超えるスピードだと思います。こちらでは回転半径はこれくらいで、そのままの軌道で動いています。一方、上下動を加えた方は下へ落ちる動きでは回転半径が大きくなっています。そして上に引き上げる動きによって半径が小さくなります。ゴルフスイングで考えると、主に下半身や体幹の動きによってこの上下動を行いますが、そういった体の使い方については次回に詳しく解説します。では次に上から紐で吊るしてこのようにボールを打っています。次は上の棒の根元の部分にブレーキをかけてみます。ここに置いてあるバーにぶつかって上の棒が止まるようにし、先ほどと同じ位置から離してみます。すると先ほどよりもボールは勢いよく飛んでいきました。よく見るとここまでは同じですが、ブレーキがかかった後に末端が加速してボールにインパクトするのも速くなっていることがわかります。ブレーキをかけた方が末端が加速するというのは頭では理解しがたいかもしれませんが、確かに存在します。これがゴルフ指導でよく言われる壁を作るということなのだと思います。ただし壁を作るとかブレーキをかけるという表現だけでは誤解が生じやすいです。壁を作ってブレーキがかかるようにスイングするのはあくまで結果であって、このようにスイングを意図的に止めるのとは全く意味合いが違うからです。ブレーキをかける意識ではなく、この辺りで自然に手が減速するようなフォームにすることが重要です。ここからここまでと、ここからここまでの映像を同じ長さで切り取って比較すると、後半では手の速度が減速していることとクラブヘッドが加速していることがよくわかります。そういった体の使い方については次回に詳しく説明しますが、まずはブレーキをかけるというのがヘッドを加速させるためには重要なのだと覚えてください。これらの上下動させる、ブレーキをかけるの2つの効果を合わせるとヘッドの部分の加速がより顕著になります。上は上下動を使わずブレーキをかけずにボールを打っています。下は上下動とブレーキを合わせて行ったものです。ボールの勢いがまるで違います。一般的なアマチュアゴルファーは上のようになっていて、プロゴルファーは下のようになっています。この棒は滑車でつながっているだけですので、
下の棒をこのようにスイングさせる力は全く使っていないことに注目してください。それにもかかわらず、これだけ大きな力を生み出すことができるのです。この回転半径の短縮効果やブレーキの効果を実際に実感してみたい人は、このようにゴルフクラブをつまんで持って振ってみてください。手の位置を止めてそのまま振るのと、上下動とブレーキをかけるように引っ張る動きを行うと、ヘッドスピードがまるで違うのを実感できると思います。勢いよく引きつけると、思った以上にヘッドが走り、ゴルフクラブを飛ばしてしまう可能性もありますので、注意して行ってみてください。次は、ボールの飛び方を決める要因について解説していきます。ボールの飛び方は、ボールが打ち出される方向と、ボールが曲がる方向の組み合わせで決まります。クラブヘッドがボールに当たるときに、どのように当たれば、どのように飛ぶのでしょうか。まずは、ビーチボールを使って、ボールが飛び出す方向について見ていきます。例えば、この部分にインパクトすれば、ボールはこの方向へ飛びます。撮影の都合上、ビーチボールで行っていますが、ボールはどんなボールであれ、インパクトした場所とボールの芯を結んだライン上に打ち出されます。ですので、ここへインパクトすればこの方向へ飛びますし、ここへインパクトすればこの方向に飛び出します。そしてここからが重要なのですが、インパクトする場所が同じであれば、スイング軌道が違っても、ボールが飛び出す方向は基本的には同じだということです。ここへインパクトするとして、スイング軌道をこのようにすれば、もちろんこちらへ飛びます。では、インパクトする場所は同じまま、このように横方向にスイングするとどうなるでしょう。これでもほぼ同じ角度で飛び出しました。さらにこのように縦方向にスイングしてみます。やはりほぼ同じ方向へ飛び出しました。厳密に言うと重力やボールの弾性、摩擦の影響などもあるので多少は変わってきますが、基本的には同じ場所にインパクトすれば同じ方向へボールは飛び出すということになります。では次にスイング軌道にも注目してみましょう。インパクトの場所が同じであればボールは同じ方向へ飛び出しますが、スイング軌道を変えるとボールの回転が変わっているのがわかります。このようにスイングすると、このように回転し、このようにスイングすると、このように回転します。そして、このようにスイングすると無回転となります。これを具体的に説明すると、インパクトする場所とボールの芯を結んだラインを引き、スイング軌道がこの直線と同じ向きなら無回転。スイング軌道がこのように傾くと右回転。スイング軌道がさらに傾くとより速い右回転となり、大きく右へ曲がります。逆にスイング軌道がこちらへ傾くと左回転になり、さらに傾くとより速い左回転がかかり、大きく左へ曲がります。つまり基本的にはボールが飛び出す方向はインパクトする場所で変わり、ボールが曲がる方向はスイング軌道によって決まってくるということです。また、ダイレクトにスイングのエネルギーをボールに伝えるためには、ボールの芯に向かってスイングすることが大切です。サイドスピン量が増えるということは、斜めに擦っているような状況だということです。スイング軌道がずれていくほど、ボールを飛ばすエネルギーは小さくなり、ボールを回転させるエネルギーは大きくなっていきます。最も強く打ち出したいのなら、ボールの芯に向かってスイングすることが重要なのです。ではそれを踏まえて、ゴルフクラブがボールに当たる瞬間を考えてみましょう。先ほどのボールが曲がる方向はスイング軌道によって決まってくるという部分だけに注目すると、スイング軌道がストレートであれば、ボールは必ずまっすぐ飛んでいくと思われるかもしれません。しかしそうではないのです。これはゴルフクラブがインパクトする瞬間を拡大して注目すると理解できると思います。ドライバーのフェースはやや曲線になっていますが、ここでは分かりやすくするため、フェースを平らに描いています。例えば、ゴルフクラブのスイング軌道がまっすぐで、フェースの向きもスイング軌道と垂直であれば、クラブはボールのここへインパクトすることになります。しかし、たとえスイング軌道がまっすぐであっても、フェースがこのように外側を向いていれば、ボールにインパクトする場所はこの辺りになります。ということは、ボールはインパクトする場所とボールの芯を結んだライン上へ飛び出しますので、右へ打ち出すことになります。さらに、インパクトする場所がここで、スイング軌道はまっすぐ前に向いているということは、スイング軌道がボールの芯からずれることになり、ボールには右回転がかかります。つまり、
スイング軌道が綺麗にまっすぐ振れたとしても、クラブヘッドが外側を向いていれば、右に打ち出してさらに右に曲がるスライスとなるのです。そしてさらに大きくフェースが傾いてしまうと、インパクトする場所はここで、スイング軌道はこうなります。そのためさらに右へ打ち出しつつ、右回転もより大きくなりますので、このような弾道になるのです。同様にスイング軌道がまっすぐであっても、クラブヘッドがこのように内側を向いていれば、ボールにインパクトするのはこの辺りになり、ボールは左へ飛び出します。そしてスイング軌道がボールの芯から右にずれることになりますので、左回転がかかりフックになるのです。スイング軌道が全く同じでも、フェースの向きでまるで違ったボールの飛び方になるのです。次にスイング軌道をこのようなアウトサイドインで考えてみましょう。スイング軌道に対してクラブヘッドが垂直であれば、クラブはボールのここにインパクトします。するとボールはこちらへ飛び出し、そのまままっすぐ飛んでいきます。そしてスイング軌道に対しクラブヘッドがこのようにやや外側を向いていれば、ボールにインパクトするのはこの辺りになります。またスイング軌道はボールの芯から左にずれますので、右回転がかかります。つまりこの方向へボールは飛び出し、やや右へ曲がるフェードになります。そしてさらにフェースが開き、ボールのここへインパクトしたら、ボールはこの方向へ飛び出します。さらにスイング軌道はボールの芯から大きく左へずれているので、より大きな右回転となり、ボールはこのような弾道になるでしょう。逆にクラブヘッドがやや内側を向いていれば、ボールにインパクトするのはこの辺りになり、スイング軌道は右へずれるため、ボールには左回転がかかります。これだとボールは大きく左方向へ打ち出し、さらに左に曲がるという大きなミスショットになります。今度はスイング軌道をインサイドアウトでも考えてみましょう。スイング軌道に対してクラブヘッドが垂直であれば、クラブはボールのここにインパクトします。するとボールはこちらへ飛び出し、そのまままっすぐ飛んでいきます。そしてこれまでと同様に、ヘッドがこのように外側へ傾けば、インパクトする場所はここで、スイング軌道が左へずれて右回転がかかり、ボールは大きく右へ飛び出して右に曲がります。一方、ヘッドがやや内側へ傾けば、インパクトする場所はここで、スイング軌道はこのようにやや右にずれて左回転がかかり、この方向へ飛び出してやや左に曲がるドローボールとなります。ちなみに厳密にはボールの弾性や摩擦、ヘッドスピードによってボールが飛び出す方向も若干変化します。しかし基本的にはボールが飛び出す方向はフェースの向きで決まり、ボールの回転、曲がる方向はスイング軌道によって決まってくるということを理解しておくと良いです。先ほどは左右への飛び出しと曲がり方についての説明でしたが、次に説明するのは上下の話になります。最も飛距離の出やすい上下の打ち出し角度とバックスピン量について考えていきます。これについては奥島智明コーチのザ・リアルスイングより引用させていただきます。概要欄にリンクを貼っておきますので、詳しくはぜひこちらの書籍をご覧ください。例えばヘッドスピード 40m 毎秒、ボール初速 60m 毎秒でシミュレーションするとこのようになります。飛距離はキャリーです。この表を見ると、どんなバックスピン量であれ、打ち出し角度をできるだけ高くした方が飛距離が出るということがわかります。そして高い打ち出し角度にできるなら、スピン量をできるだけ少なくした方が飛距離が出ます。これはつまりアッパーブローで打つ方が良いということを意味します。これを理解するために、アッパーブローとダウンブローでどのような違いがあるのかを真横から見てみたいと思います。こちらはアッパーブローでロフト角を小さくして高弾道のボールを打つケースです。そしてこちらはダウンブローでインパクトの時にロフト角が大きくなるように調整することで高弾道のボールを打つケースです。ちなみにロフト角の大きなクラブで打つとしても、ロフト角が小さいクラブをこのように傾けて打つとしても、インパクト時のロフト角が同じであれば、ボールにインパクトする場所は同じですので、打ち出される角度は基本的には同じになります。しかし、ボールの飛び方は大きく違います。ダウンブローでは、スイング軌道がボールの芯から大きくずれていますので、スイングのエネルギーはボールを強く打ち出すことよりも、ボールにバックスピンをかけることに働いてしまうのです。これでは、たとえ
ヘッドスピードや打ち出し角度が全く同じであっても、ボール初速は遅くなり、バックスピン量が多すぎて吹け上がってしまい、飛距離は出ません。ヘッドスピードを計測すると速いのになかなか飛ばない。クラブの芯で捉えているのになかなか飛ばないという人は、これが原因かもしれません。一方、こちらのアッパーブローでは、打ち出し角度は同じでも、スイング軌道はボールの芯に近くなります。すると、スイングのエネルギーはよりダイレクトにボールを飛ばすことに働きますので、ボール初速は速くなり、バックスピン量は少なくなるのです。このようにインパクトできれば、ヘッドスピードに対するボールスピードが上がりますので、いわゆるミート率が上がった状態になります。また、アッパーブローで打つには、シャフトのしなり戻りを効率化することも重要です。しなり戻りのこの瞬間にボールを捉えることができれば、クラブヘッドのスイング軌道はよりアッパーブローにすることができます。シャフトのしなり戻りのエネルギーも加算されますし、より力強く、より高い角度のアッパーブローを打つことが可能になります。これができれば、ロフト角を小さくして、強い力で高弾道低スピンのボールを打てるというわけです。ちなみに以前はもっとバックスピン量が多い方が飛距離が出ると考えられていたのですが、それは打ち出し角度が低いケースに限られるようです。こちらの表の打ち出し角度が低い部分に注目してください。スピン量が多いほど飛距離が伸びています。これはバックスピンによりボールを浮き上がらせる効果が働くためです。ビーチボールで行うとその様子がよくわかります。打ち出し角が小さい時はバックスピンがかかっている方が遠くへ飛びます。しかし打ち出し角を高くしてバックスピン量も多くしてしまうと、先ほどのダウンブローの例のようにボールは吹け上がってしまい、あまり遠くへは飛びません。ですので打ち上げ角が高いのならスピン量は少ない方が良いというわけです。やはりまずはできるだけ高く打ち出せるようにアッパーブローにして、できるだけ高弾道の低スピンを打つことを目標にするのが飛距離を最大化する方法だと考えられます。次にスイングのどの局面で打つべきかということについて説明していきます。まず最も飛距離を出すためには、ヘッドスピードが最高スピードになる直前にインパクトすることです。イメージとしては、ボールに当たりながら加速して、ボールがヘッドから離れる瞬間に最高速度になることです。実際はボールに当たった衝撃によってヘッドは減速しますが、ボールに当たりながら加速するような局面でインパクトすることが大切なのです。前半で説明したように、ヘッドスピードが最高速度になるのは、ゴルフクラブの回転半径が最も収縮し、ブレーキ効果も発生する場所になります。ゴルフスイングでは強く引っ張るのは主に左腕になりますので、左腕とゴルフクラブが一直線になるあたりが最も回転半径が収縮し、ブレーキ効果も働いてヘッドスピードが最高速度になります。プロゴルファーを見ると、みんなインパクトの直後がこの状態になっていることがわかります。このシーンだけを見ると、左足のあたりから思い切り引っ張っているように見えると思います。こんなイメージです。ボディターンや体幹の動きで引く力と下半身の蹴り上げる力を最大限利用するように引っ張るなら、左足のあたりから引っ張るイメージにするのが最も力が入りやすく効率が良いです。正面よりも左側です。例えば野球のバッティングでも、右バッターなら左方向のホームランが多く、左バッターなら右方向のホームランが多いことからも、正面を通り過ぎた後の引っ張る局面でボールに当たった方が飛距離が出やすいことがわかります。そう考えると、最下点を通過した後に引っ張る局面でクラブヘッドが正面を向くインサイドアウトが理想的だということになります。ストレートやアウトサイドインはこのようなスイングプレーになります。ストレートやアウトサイドインになると、最下点を通過した後のスイング軌道は飛ばしたい方向を向いていません。これでは正面に強い打球を打つことはできません。ですので、飛距離を出すには最下点を通過した後にインパクトするインサイドアウトのスイングプレーンが理想だと考えられます。ここまでの内容で、インサイドアウトの最下点を通過した後のアッパーブローで高弾道低スピンのボールを打つことが飛距離アップに重要なのだと分かりました。ではどのようにすればインサイドアウトに振れるのでしょうか。それを考えるために、まずはこんな感じに右腕を脱力して振ってみてください。右へ振り始めるときに、初めにアウトサイドに振れば、ボディターンで戻ってきたときに自然にインサイドアウトになります。
逆にインサイドから振り始めるとアウトサイドから戻ってきやすいです。ゴルフクラブでも基本的には同じ考え方です。テイクバックでややクラブを外側に振りかぶることでクラブはインサイドへ降りてきやすくなります。逆にクラブをインサイドへ引きながらテイクバックしてトップへ持っていくと、切り返しの動作でクラブヘッドは慣性によってこちらへ向かおうとします。これではダウンスイングでアウトサイドインの軌道になりやすいです。ですのでテイクバックの始めから右肘を曲げて引きつけたり、前腕や手首を使ってヘッドをインサイドに持っていくような動作は極力避けるべきでしょう。それからトップから切り返す時に前腕や手首の力を使って無理やりインサイドから振り下ろそうとするのもよくありません。具体的な体の使い方については次回に詳しく説明しますが、余計な力は極力使わないようにすることが大切なのです。そのためにもややアウトサイドにテイクバックし、切り返しの動作によってクラブヘッドが自然にインサイドアウトになるようにすることが理想です。ではここまでの根拠をもとにドローとフェードどちらが飛ぶのかを考えていきます。結論から言いますと、一般的にはドローの方が飛ぶが、うまく打てばフェードの方が飛ぶというのが僕の意見です。先ほどインサイドアウトのスイングプレーンが理想だと説明しました。そしてインサイドアウトで打つということは、インパクト時のスイング軌道、クラブパスが右を向きますのでドローになりやすいです。逆にフェードはインパクト時のスイング軌道はアウトサイドインですので、スイングプレーンもアウトサイドインのことがほとんどだと思います。特にアマチュアゴルファーはそうだと思います。これだと最下点を通過した後のよりヘッドスピードが加速し、なおかつアッパーブローで打つことのできるドローの方が飛距離が出ると考えられます。アウトサイドインのボールは最下点の手前で打つダウンブローになりやすく、ボール初速も落ちてバックスピン量も多くなり、キャリーもランも出にくくなるでしょう。おそらくこれが一般的にドローの方が飛ぶし転がりもいいと言われている理由だと思います。だとするとドローの方が良いと思われるかもしれませんが、そうではありません。僕はインサイドアウトのドローのさらに先のスイングがいわゆるパワーフェードだと考えています。インサイドアウトでスイングするとしても、ヘッドスピードが最高速度になるのは最も強く引っ張ることができるこの辺りです。ですので基本的にはボールにインパクトする位置よりもかなり先にあるのです。つまりもっとヘッドスピードが最高速度に近いところでインパクトするためには、スイング軌道がある程度左を向いている時にインパクトするのが理想なわけです。これは野球の右バッターが左方向へホームランを打つイメージです。ただ普通にこの部分で打ったのでは左方向へ飛んでいってしまいます。ですのでゴルフスイングでできるだけスイングプレーンの左側で打つためには以下の3つが必要になると考えられます。スタンスをクローズにしてスイングプレーンをやや右へ回転させる。スタンスを広くしてスイングプレーンをやや右へ移動させる。そしてこのようにスイングプレーンを移動させたものを正面から見ると、クラブヘッドがかなり上昇しながらボールにインパクトすることがわかります。そのため T をできるだけ高くする必要もあります。クローズ、ワイド、T を高くというセットは多くのドラコン選手が行っていることです。これならより力強く引きつけてヘッドスピードが最高速度に近くなるところでアッパーブローでフェードを打つことになるのだと思います。これが一般的にはドローの方が飛ぶと言われているのに、ドラコンの選手はフェードを打つ選手が多い理由ではないかと考えています。ただこれはあくまで僕の仮説ですので、そういう考え方もあるのかくらいに思ってください。もし別のご意見や観測されたデータなどをご存知の方がいましたらコメントで教えてください。よろしくお願いします。スイングを加速させるためには上下動させる、ブレーキをかけるの2つのポイントが重要です。ボールの左右への飛び方はフェースの向きによって打ち出し方向が決まり、スイング軌道によってボールの回転、曲がり方が決まります。飛距離を最大化するためにはできるだけアッパーブローでバックスピン量を少なくする方が良いです。そのためにはインサイドアウトのスイングプレーンで最下点を通過した後のゴルフクラブを引っ張る局面でインパクトすることが大切です。そしてインサイドアウトのスイングプレーンにするにはややアウトサイドにテイクバックし、クラブの慣性によって自然にインサイドアウトになるようにします。
一般的にはドローの方が飛びますが、インサイドアウトのスイングプレーンでより左側の局面でうまく打つことができれば、フェードの方が飛ぶ可能性があります。次回は今回の内容を踏まえた上で、筋肉や腱、骨格の特性を生かしたフォームを追求していきます。これが分かれば、なぜプロはあのようなフォームになっているのか、どこを改善すれば理想のフォームに近づけるのかを理解できると思います。更新が遅くて申し訳ありませんが、興味のある方はチャンネル登録をしてお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。We were running through the fields, you had flowers in your hand. We were all chasing phantoms, baby you were